여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 今日は 소현세자の 奥さんだったセジャビン강씨のお話をしてみたいと思います。いろんなドラマでセジャビン강씨を見ることができますが、今日は、カチェというカツラもやってるし、三十詩というドラマのセジャビン강씨を使って皆さんに紹介したいと思います。じゃあ、一旦まず16代王の院女の家臣の中では강석기という人がいました。의정までやった고위官僚なんですが、광해軍に反対したということで院女と仲良くなった家臣なんですよね。で、この家臣が実際は소현세자の先生の一人として活躍したんですよ。そういった縁で소현세자とこの강석기の娘であった강씨が結婚することになります。で、院女は最初にこの강씨がお嫁さんとして入った時にとっても喜んでたらしいんですね。名門家の素敵な嫁さんが家族になったということですごく喜んでたらしいです。で、一応そういった普通の生活をしていた中、戦争が起きて院女は강화도という島に逃げて소현세자は전라도で活躍している時に、一応女性の身だったので세자빈 강씨も院女と一緒に강화도に逃げようとしたんですが、강화도の目の前で川を渡れない状態でずっと待っていたんですよ。理由が강화도を管理していた管理が自分の家族を助けるために王族が乗る船も全部横取りしたからなんですよね。この事実を知った강씨は강화도に向かってすっごい大声で悪口をしてたらしいですよね。それを聞いてびっくりした家臣は急いで船を準備して강씨はやっと강화도に到着することができます。この話から見てみるとい강씨という人物は普通の女性と違ってしくしく泣くだけじゃなくて行動に移して怒るときにははっきり怒る性格だったことがわかりますね。で、강화도にやっと逃げたものの、やっぱり秦はいろんな準備をしてたので、강화도に逃げて50日ぐらいで陥落されそうな状況になりましたね。で、こういった話を聞いた강씨は소현세자と結婚9年目でやっと生まれた원손、つまり後継者がいたんですけれども、それを霊官に任せて逃げなさいと言って自分自身は自殺しようとしてたんですよね。当時戦争に負けた王族の女性が選べる普通な道だったんですけれども、いろんな家臣たちの精神によって自殺まではいかなかったようですね。で、結局戦争には負けてその人質として소현세자が秦の首都심양に向かうんじゃないんですか。その時に家族も一緒に人質になる前提だったので강씨も소현세자と一緒に2ヶ月かけて秦に向かうんですね。そこから9年の人質生活が始まります。で、この時に初めて秦の首都심양に到着した時のお話なんですけれども、入り口から秦の軍隊に止められて、止まれ、皇帝の前では誰も腰に乗れないと言われたらしいです。これを聞いた当時の朝鮮の家臣は、朝鮮の王族にそれは大きい失礼と言って断ったらしいですよね。ただ、秦も秦のルールがあるので絶対譲れないような立場だったので、みんなとっても困っている状況だったらしいです。そこで강씨から口を出します。そこまでと言って、初めて腰から降りて、秦の文化に従って秦の首都に向かいます。つまり강씨は朝鮮初お城の外で腰から降りた王族女性になりますよ。で、それと朝鮮から出た最初の王族の女性にもなりますね。つまり初めて海外を経験した王族の女性でした。で、以前の動画で説明したように、심양관というところにある朝鮮館というところで生活することになりますが、やっぱり負けた国の王族なので、秦の監視の下できつい生活をしてたらしいですよね。
そういったきつい生活の中、3年目の時にチャンスが訪れます。ある真の家臣がこっそり来て、隠密な話を言い出します。ある方が朝鮮のものを非公式で取引したいという話で、このある方というのは、当時、秦の皇帝の息子だったので、秦の皇位王族が直々に取引を求めてきたんですよね。これはある意味ではこの二人にはチャンスだったんですね。ここで少し秦の話をしてみると、現在中国の新疆にある秦の博物館には当時の秦の王族の部屋が飾られていますが、皆さんがご覧になっているようにかなり地味なスタイルなんですよね。秦は戦いは得意だったけれども、遊牧民族だったので、やっぱり派手な文化は進んでなかったようですね。なので、以前には民と貿易を交わしてこういった文化を楽しんでたようなんですけれども、民と敵になった以上、これはできなかったので、その代わりに朝鮮という新しい取引先を見つけたんですよね。なので、朝鮮のものは大人気だったらしいです。なので、以前の動画で説明したんで簡単にお話ししますが、この朝鮮館には、朝鮮の市場みたいなのができまして、かなり人気だったそうで、その経済とか経営管理はすべて菅氏が担当してたようです。で、そのお金で秦に捕虜になっていた朝鮮の人たちを救い出して、その人たちに農業をさせて、で、それでさらにその農業した生産物でお金を稼ぐという話も以前にありましたね。これで、菅氏とソヨンセジャは秦で大活躍することになります。で、実際菅氏の話なんですけれども、普通の王族でしたら、農業までには深く関わらないんですけれども、いい菅氏は実際畑に行って直接指揮までしてたらしいんですよ。なので、その時の指揮の方法が面白かったんですけれども、頑張る人には賞で、サボる人には罰などを与えて、競争関係による生産率の上昇を図るという極めて現代スタイルの経営をしてたらしいですよね。もちろん女性が畑の経営に関わるのは珍しくないんですが、王族が直々にこうやって指揮をするのはかなり珍しいことだったらしいですね。で、これによって当時朝鮮人に菅氏の人気はすごかったらしいです。で、つまりまとめてみると、ソヨンセジャは外交的なのを担当して、で、経営とか経済面は、菅氏が担当して、秦にもこの二人の噂が広がって、この二人を認めるような雰囲気が調整されたらしいですね。ただし、これを朝鮮から聞いていた院女は、とっても楽しくなかったと思います。一旦まず、ソヨン先生を除いて菅氏だけの話をしますが、院女としては、朝鮮の女性は一生男のサポートでいいという話なんですね。当時、儒教的な考え方の女性の人生ってこんなもんでしたね。それを考えてみたら、経済とか経営面を担当している菅氏は、当時の朝鮮、そして院女から見てみると、かなりありえないようなことでした。で、さらに王族の女性が商売に手を出して経済管理までする。商売に手を出したことにかなり怒ってたらしいですよ。日本も死の交渉があると思いますけれども、朝鮮もこの商売というのは一番下の仕事として扱ってたので、それを王族がしていたことは院女としては許せなかったことだったでしょう。で、院女としてはコンプレックスだったんですよね。野蛮族。自分に屈辱を与えた野蛮族相手に王族が商売をする。これを聞いてみたら、院女はもうかなりイラつくことになったでしょう。じゃあまとめてみると、院女は菅氏がもう好きではないということですよね。なので、かなり正直に言うとせっこいなことをしますけれども、人質の8年目の時に、菅氏のお父さん、菅석기が亡くなるんですよ。なので、条件付きで一時帰国ができるようになりました。
その条件というのは、後継者として朝鮮に残っていた、先ほど言った息子であったウォンソンですね。そのウォンソンが代わりに、人質になって、その間、ソヨンセジャとカン氏は少し朝鮮でも戻ってもいいという話ですね。で、ここでお互いすれ違うことになりますが、皆さん考えてみてください。8年ぶりに会う息子なんですよ。生まれたばかりに別れて、こうやって8年目に会って、ちゃんとする挨拶もできず、すれ違ったということですよね。これも一旦悲しみなんですけれども、ここでインジョが悲しみをさらに加えるんですよ。カン氏のお墓参りを許さなかったんですよ。これを聞いた家臣たちはいくらなんでもお墓参りを止めるのはちょっとですごく反発したようです。家臣たちにとってもいい監視のことは嬉しいことではないので悪感情は持ってたと思いますが、朝鮮は儒教の国じゃないんですか。儒教の国で一番大事なのは親孝行なんですよ。なので、いくら悪い人だとしても、親孝行を止めるのは朝鮮の元としてはダメなんですね。なので、家臣たちもこれに関しては監視の味方をしてくれたんですが、インジョはここですごく頑固を通すんですよ。いや、ダメ、絶対ダメ、みたいのを言い続けるんですよね。これで結局、監視はお父さんのお墓参りができず、そのまま秦に帰ることになります。多分この時から監視とインジョの葛藤は最高レベルに達したと思います。で、結局、監視とソヨンセジャは何もできず、そのまま秦に戻って、また途中で自分の息子とすれ違うというかなりの悲しみを経験してから秦に戻りましたね。で、秦に戻ってから明が滅亡して、監視とソヨンセジャは明の首都だった北京でアダム・シャルという人と出会って、そこで監視はカトリックにすごく興味を持てたらしいですよ。なので、2ヶ月間、旦那と一緒に毎日のようにアダム・シャルに訪ねて、カトリックを勉強して、帰るときにカトリック信者の明の霊官と궁녀を連れて行くことになりますが、ここで注目してほしいのが궁녀の存在ですよね。ただカトリックに興味を持ち、カトリックを朝鮮に少しずつ伝えるためには、霊官だけど十分だったけれども、궁녀が一緒に朝鮮に来たということは、やっぱり監視のカトリックに対する関心がすごかったという例ですよね。で、こうやって帰ってきた監視、やっぱり予想通りなんですが、9年間人質として苦労して、そして朝鮮の民衆を救い出すという大活躍をしたものの、朝鮮の反応はとっても冷たかったんですよね。歓迎式もなく、普通に帰ってきた感じですね。で、帰ってきてから、監視の幸せが始まればいいんだけれども、早速なんですが、旦那であったソヨンセジャが帰国2ヶ月後に急死してしまいますね。お父さんインジョによる暗殺ですよね。で、そこで旦那も失った状況なのに、インジョは次は監視を攻撃するんですよ。そもそもソヨンセジャが亡くなった理由は自分のせいじゃなくて、監視が性欲を抑制できなかったので、息子が死んだという、かなり朝鮮的には屈辱的なような発言で監視をいじめるんですよね。実際ソヨンセジャと監視の間では二人の仲が良かったので、かなり多くの子供がいたんだけれども、むしろ朝鮮のルールとしては、こうやって正室になるような人には子供をいっぱい産んでくれる、王族の子孫をいっぱい残すのは逆に喜ぶべきなのに、インジョはこういった解釈をしてしまったんですよね。で、その後インジョは、監視が世のアワビに毒を入れたということで、監視を監禁しますよね。つまり、監視が自分を毒殺しようとしたという話をするんですね。で、これで監禁されたセザビン監視なんですが、実際この時にソヨンセジャの最後の子を妊娠してたんですよ。ただ、ストレスでこれで流産してしまいますよね。
ここで院長は真実を探るという名分で、監視の궁녀たちを拷問し始めますが、正直その魂胆はもう皆さんもご存知だと思います。もちろん궁녀たちもそんなことはなかったので、そんなこと絶対ありませんと言い続けますが、かなりきつい拷問だったらしいんですよ。この拷問で10人の中7人が死亡するなど、かなりの拷問だったんですが、もちろんその中では1人2人ぐらい嘘いたかもしれませんが、とにかく院長は궁녀たちの拷問を止めます。結局、こういった話をします。反逆の疑いもあるし、最近世の挨拶も来ない。つまり、セジャビン강씨が反逆を企んでいたということと、さらに自分に挨拶が来ないので、親孝行してないということなんですが、ここで皆さん覚えてほしいのがありますが、今、セジャビン강씨は監禁中なんですよ。監禁中に挨拶に行けるわけがありません。で、その後、この前世に大声出した。これは実際記録にあります。セジャビン강씨があまりにもストレスで、院長になんでこんなにいじめるんですかと言って大声を出したことはあるようです。なので、院長はこういった結論を出します。강씨を廃棄し、お城から追い出すということになりますよね。これによってセジャビン강씨は何も自分の弁護ができず、いろんな家臣の反対があったにもかかわらず、お城から出されて、出されたその日、死刑されますよね。それで35歳、セジャビン강씨は命を落としてしまいます。この時に家臣たちはすごく反対してたらしいんですよ。自分の子を殺す親ってありえませんということですよね。なので、正直に강씨が院長が言っているようないろんな疑いの証拠はないんですが、どうしても処分したい場合は追放ぐらいにしましょうと言ったにもかかわらず、院長は殺してしまいますよね。こうやって自分の子ということが、院長は気に入らなかったみたいですよね。犬みたいなやつは世の家族ではないと言って、犬みたいなやつという表現、韓国ではかなりの悪口ですが、朝鮮王朝実録の唯一な王の悪口として残っているんですよ。朝鮮王朝実録では王が悪口をしたら王様がひどいことを言いましたぐらいで書きますが、明らかに犬やろって書いてたのはこの院長の記録が唯一です。で、そこでさらに院長は강씨を殺しただけではちょっと怒りが収まらなかったようで、강씨の家族も追放してから、みんな殺してしまいますよね。で、さらに院長はひどいんですけれども、ソヨンセジャのお墓というのも、セジャレベルじゃなかったのにもかかわらず、さらにですね、강씨をソヨンセジャの隣にお墓を作ってくれないんですよ。自分の家紋のお墓に行けと言ってて。なので、かなり離れた場所に埋められることになりますけれども、なんと皆さんが大好きな王様숙종がこの강씨は悪くないお墓を移したまえと言ってソヨンセジャの隣に移してくれるんですよね。この숙종は分かれば分かるほど怖い人なのか優しい人なのか本当に不思議な王なんですけれども、この숙종のおかげで강씨はソヨンセジャの隣に一緒に眠ることになります。で、この강씨の遺言が実際私が死ぬ理由はソヨンジョ氏と효종の仕業だ。必ず復讐しなさいと自分たちの息子にいたらしいんですが、つまり강씨は自分の死の裏には효종とソヨンジョ氏がいると思ったでしょう。で、それを息子たちに伝えてから亡くなったという記録がありますが、残念ながら院長はこの息子たちもチェジュドという朝鮮から一番遠い地方に追放させるんですよね。で、この時また家臣たちも止めるんですよ。後継者ですけどという感じなんですけれども、ここで院長は後継者はセジャの弟、先にお話しした효종に帰るという王権をかなり弱めるようなことまでして、ソヨンセジャ、そして강씨の子供たちを追放させて、そこで残念ながらこの子たちはそこで疑問の死を迎えることになりますよね。これによってソヨンセジャ、そして강씨の家族はほとんど絶滅でもいいぐらいの状態になってしまいます。
結局こうやって인조によって命を落としてしまった二人、ソヨンセジャとセジャビン강씨。もしかしてソヨンセジャが王になったら、セジャビン강씨が王妃になったら、朝鮮はどうなったでしょう。じゃあ、今日はここまでです。来週は、もごもご認定なんですけれども、朝鮮最高の悪女の紹介をしてみたいと思います。一体誰でしょう？もうご存知の方はご存知だと思いますが、来週の土曜日、ぜひ楽しみにしてください。今日も聞いてくれて여러분、진짜진짜고마워요。안녕。